アンナ、聞いた。スーパーは今日は閉まっている。ジョン、それは不便だ。食料品はどうやって手に入れるの？よくわかりません。別の店で試したり、オンラインで注文したりできるかもしれません。はい、それはオプションかもしれません。近くのお店が開いているか確認した方がいいよ。いいアイディアだ。また、その地域にファーマーズマーケットがあるかどうかも確認できます。それは素晴らしい提案です。彼らはしばしば新鮮な農産物やその他の必需品を持っています。少し調べて、今日の最適な代替案を見つけましょ同意した。私たちは基地に富み、解決策を見つけなければなりません。絶対に。少し難しいかもしれませんが、何とかします。レッスン2、健康維持。アンナ、どうやって健康を維持するの？ジョン、私は定期的に運動するよ。健康で元気を保つのに役立ちます。それは素晴らしいです。どんなエクササイズをしているの？有酸素運動、筋力トレーニング、ヨガを組み合わせて楽しんでいます。それはインスピレーションを与えてくれます。もっと身体活動を日課に取り入れるべきだ。間違いなく。ジョギング、ダンス、スポーツなど好きなものを見つけましょう。やってみるよ。アドバイスありがとう、アナ。どういたしまして、ジョン。私たちの体をケアすることは重要です。レッスン3、ビジネスアイデア。アンナ、あなたのビジネスへの献身は刺激的です。何か具体的なアイディアはありますか？ジョン、私は製品ラインを拡大し、カスタマイズオプションを提供することを考えていました。それは有望に思えます。顧客はパーソナライズされた製品を好みます。はい、ユニークな雰囲気が加わり、ショッピング体験がより思い出深いものになります。地元のアーティストやデザイナーとのコラボレーションを考えたことはありますか？それは素晴らしいアイディアだ。それは新鮮な視点をもたらし、コミュニティをサポートするでしょう。きっと、より多くのお客様を引きつけ、ブランド力を高めることができると思います。そのオプションについてさらに検討します。提案してくれてありがとう、ジョン。レッスン4、給与交渉。アンナ、給料の交渉をしていると聞きました。幸運を祈るよ、これだ。ありがとう、ジョン。ちょっと緊張するけど、自分のスキルには自信がある。自分の業績と会社にもたらす価値を強調することを忘れないでください。絶対に。交渉では必ず強い主張を提示するよ。自分にふさわしいものを求めることを恐れないでください。君はそのために一生懸命働いてきた。励ましに感謝するよ、ジョン。ベストを尽くすよ。レッスン5、中古ショッピング。アンナ、古着屋ではいつも個性的な商品を見つけてるよ。とても楽しいです。同意するよ、ジョン。古着屋やヴィンテージショップには宝物が隠されていることが多い。宝探しに行くようなものです。何を発見するかは決してわかりません。そして最大の利点は、持続可能で予算に優しいことです。絶対に。これは環境にとっても私たちの財布にとっても双方にメリットのある状況です。何か特別なものを見つけて新しい命を吹き込むスリルが大好きです。家やワードローブに個性を加えるのに最適な方法です。レッスン6、家賃の問い合わせ。
アンナ、素晴らしいアパートを見つけました。ベッドルームが2つあります。それは便利だ。ジョン、それは有望だね。家賃はいくらですか？まだよくわかりません。詳細については家主に問い合わせないといけません。それはいい考えだ。決定を下す前に詳細を全部集めるべきだ。絶対に。家賃や追加費用について連絡して聞いてみます。他のオプションと比較して何が最適かを見てみましょう。同意した。予算と場所も考慮する必要があります。レッスン7、経験の共有。アンナ、いい考えがあるんだ。後で経験を比較できます。ジョン、それは計画のように思える。お互いから学ぶのは面白いだろう。絶対に。学んだことを共有し、新しい洞察を得ることができます。それは私たちの生活のさまざまな面で成長し、改善するための素晴らしい方法です。私たちの会話を楽しみにしています。話し合うことがたくさんあるよ。間違いなく。私たちの経験を振り返り、共有する時間を確保しましょう。レッスン8、スマートショッピング。アンナ、最近の買い物でお得に買い物をしたのに気づいたよ。それは賢いね。ジョン、ありがとう。普段は割引がある平日に行きました。それは賢い戦略です。一番お得な情報を見つけるのに助けが必要だったんですか？うまくやってきたけど、あなたの申し出に感謝するよ。また次回に。もちろん、助けが必要な場合はお知らせください。スマートショッピングはお金を節約します。絶対に。セールスやプロモーションに気を配ることで大きな違いが生まれます。レッスン9、緊急状況。アンナ、気をつけて。車を止めて。ジョン、どうしたの？なぜやめなきゃいけないんだ？気をつけて。通りの真ん中に何かいるよ。私たちはそれを避ける必要があります。ああ、いや、今わかった。警告してくれてありがとう。ジョン、車を止めます。よくやった。アナ、安全が第一です。別のルートを見つけよう。同意した。警戒と警戒を怠らない限り大丈夫だ。レッスン10、フレキシブルなチェックアウト時間。アンナ、普段は正午にチェックアウトするけど、後で手配できるよ。ジョン、それは役に立つだろう。午前中に用事があるんだ。問題ありません。お客様のスケジュールに合わせて、チェックアウト時間を柔軟に設定できます。ありがとう、ジョン。ご理解のほどよろしくお願いします。私たちはあなたの体験をできるだけ便利にするためにここにいます。それは素晴らしいカスタマーサービスです。私が対応できる正確な時間をお知らせします。レッスン11、上に振りかける。アンナ、新しいレシピを見つけました。おいしそう。やってみてワクワクするよ。いいですね、ジョン。特別な材料は何だ？レシピでは、刻んだアーモンドを上に振りかけることをお勧めします。歯ごたえがいい感じになります。きっと風味が引き立つと思います。それを味わうのが待ちきれません。一緒に作りましょう。料理を楽しみ、思いを分かち合うことができます。
それは素晴らしいアイデアです。一緒に料理するのはいつも楽しくてやりがいがあります。レッスン12、良い旅を。アンナ、旅行に行くって聞いたよ。楽しい時間をお過ごしください。ありがとう、ジョン。本当に楽しみです。準備について他に助けが必要ですか？すべてカバーしたと思いますが、あなたの申し出に感謝します。よし、安全な旅をして、すべての瞬間を楽しんでください。私がします。私が戻ったら追いついて、私の経験を共有します。レッスン13、ひどい換気。アンナ、部屋の換気がひどいことに気づきました。はい、最近かなり蒸し暑いです。私たちはそれについて何かすべきだ。同感です。もっと頻繁に窓を開けたり、扇風機を使ったりできるかもしれません。それは空気の流れを改善するのに役立つかもしれません。また、詰まりがないかどうかも確認いいアする必要イディアだ。部があります。屋をもっと快適にするための解決策を見つけよレッスン14、生産性テクニック。う。アンナ、今日は生産性のテクニックについて学びました。本当に、なんて呼ばれてるの、ジョン？ポモドーロテクニックと呼ばれています。基本的には、火を散らすことなくに15分間作業し、その後少し休憩します。それは面白そうですね。集中力を保ち、時間を効果的に管理するのに役立ちます。まさに、試してみて、生産性が向上するかどうかを確認できます。試してみて、どのように機能するか見てみましょう。レッスン15、スペースを節約し、シワを最小限に抑える。アンナ、次の旅行に役立つかもしれない荷造りのコツを学んだよ。ヒントは何だ、ジョン？衣類を折りたたむ代わりに、丸めることでスペースを節約し、シワを最小限に抑えることができます。それは賢い考えだ。荷物にもっと多くのものを入れるのに役立ちます。これは効率的な手法です。試してみて、うまくいくか見てみましょ同意した。効率的に荷造りをすることで、旅行に大きな違いが生まれます。レッスン16、コストに関する考慮事項。う。アンナ、費用について考えたことはありますか？追加料金は一切発生しませんよね。ジョン、心配しないで。予算を注意深く見直したので、予想外の出費は発生しないだろう。それは心強いですね。財務計画に固執し、不必要な出費を避けることが重要です。絶対に。私たちは支出に注意し、情報に基づいた意思決定を行う必要があります。お金に見合う価値を優先し、リソースを最大限に活用しましょ同意した。経費を意識することで、財政に負担をかけずに目標を達成できます。レッスン17、衣装の強化。う。アンナ、自分の個性に合い、服装を引き立てるものが欲しい。ジョン、ステートメントピースでアクセサリーをつけたり、様々な色の組み合わせを試したりすることを考えたことはありますか？それは良い提案です。自分のスタイルが自分らしさを反映し、印象に残るようなものにしたい。アクセサリーや色を試してみると、コーディネートにさらに個性を加えることができます。可能性について考えるのはワクワクします。様々な選択肢を模索して、自分にとって何が一番うまくいくかを見ていきます。
自信が鍵であることを忘れないでください。着心地が良く、個性をアピールできるものを着用してください。レッスン18、徐々に時間を増やす。レッスアンナ、ンセッションを18、短くして徐々に時間を増やしてください。よし、やってみるよ。何かコツは？ジョン、管理しやすい時間から始めて、毎日徐々に数分増やしてください。それは実行可能に聞こえます。自分に負担をかけずに一貫したルーチンを作りたい。小さな一歩を踏み出し、自分自身に辛抱強く取り組むことが重要です。途中で進歩を祝いましょう。達成可能な目標を設定し、進捗状況を追跡します。プロセス全体を通してポジティブな考え方を保つことが重要です。絶対に。完璧さではなく、継続的な改善と個人の成長が必要であることを忘れないでください。レッスン19、トイレのチェックアウト。アンナ、あなたがトイレをチェックしている間、私がキッチンを管理するよ。いいか？いいですね。トイレの状態を徹底的に調べて、注意が必要なことは書き留めておきます。タスクを分割していただきありがとうございます。より効率的になり、清潔で整理された家を維持するのに役立ちます。私たちは素晴らしいチームです。責任を分担することで、家事をより効果的にこなすことができます。キッチンとバスルームの両方がお客様にとって最高の状態であることを確認しましょう。細部へのこだわりが鍵です。絶対に。清潔で手入れの行き届いた家は、誰にとっても居心地の良い環境を作り出します。レッスン20、来週さらに話し合う。アンナ、素晴らしい。調べて、来週さらに話し合います。それは計画のように聞こえます。時間をかけて必要な情報を収集してください。後でそのトピックについて詳しく調べることができます。十分な情報に基づいた議論を行い、情報に基づいた意思決定を行うことが重要です。来週の会話を楽しみにしています。生産的な研究プロセスを作りましょう。調査結果や質問がある場合は、必ず準備しておきます。話し合いを最大限に活用しよう。レッスン21、素晴らしい。アンナ、素晴らしい。長い間プレイしてる。ジョン、はい、私は数年前からピアノを弾いています。それは私の情熱です。それは印象的です。音楽はとても美しい芸術形式だ。あなたの献身には感心します。ありがとう、ジョン。それは私に喜びをもたらし、私自身を表現するのに役立ちます。何か楽器を演奏しますか？残念ながら楽器は演奏しませんが、音楽を聴くのは大好きで、楽しんでいます。それは全く問題ありません。音楽はいろんな意味で評価できる。音楽は世界共通語だ。レッスン22、家族を訪ねる。アンナ、はい、私は妹を訪ねるつもりです。あなたはどう？ジョン、今週末に両親を訪ねる予定だ。最後に彼らに会ったのは久しぶりだ。家族の時間は貴重です。あなたがそこにいてくれると彼らはきっとワクワクするでしょう。彼らと充実した時間を過ごし、すべての最新ニュースに追いつくのを楽しみにしています。大切な人に優先順位をつけ、忘れられない思い出を作ることが大切です。絶対に。
家族の絆はかけがえのないものであり、一緒に過ごす時間は本当に特別です。レッスン23、スマートな意思決定。アンナ、私の意思決定は賢いワードのブランドを検討していますか？ジョン、私は自分の価値観に合った質の高い製品を提供する様々なブランドを研究しています。情報に基づいた選択を行い、私たちの原則を共有するブランドをサポートすることが不可欠です。同感です。持続可能性、倫理的観光、革新を優先するブランドを探しています。それは賞賛に値する。意識的に選択することで、より良い未来に貢献できます。絶対に。消費者の選択にプラスの影響を与えることです。レッスン24、リラックスする時間を割り当てる。アンナ、少なくとも1時間は割り当ててください。リラックスするにはいい方法だ。何か提案は？ジョン、自然の中を散歩したり、本を読んだり、マインドフルネスを練習したりすることは、リラックスするのに最適な方法です。それらは素晴らしいアイデアのように聞こえます。元気を取り戻し、心を清めるのに役立つアクティビティを見つけたいです。あなたに喜びと安らぎをもたらす趣味や活動に従事することは、信じられないほど若返らせることができます。セルフケアを優先して、リラックスする時間を確保します。これは全体的な健康にとって重要です。絶対に。自分を大切にすることで、人生のあらゆる分野で最高の自分になることができます。レッスン25、今日の素晴らしい服装。アンナ、彼らは黒いシャツとよく合います。パーフェクト。今日、私たちは2人とも素晴らしい衣装を見つけました。さあ。ジョン、行く先はどこにでもおしゃれな入り口を作ろう。自信が鍵だ。絶対に。私たちが着るものに満足していると、全体的な態度に良い影響を与えます。上品な服装は、他の人が私たちをどのように認識するかに影響を与えるだけでなく、私たち自身の自信を高めます。自分らしさをアピールしましょう。ファッションは自己表現の一形態になり得る。これ以上は同意できませんでした。私たちのユニークなスタイルを取り入れて、センスよく一日を楽しみましょう。レッスン26、プロフェッショナルで洗練された服装。アンナ、私はプロフェッショナルで洗練された服装を選びました。良い印象を与えることは重要です。ジョン、絶対に。プロフェッショナルな服装は敬意を示し、他の人が私たちをどのように認識するかに良い影響を与えます。能力とプロ意識が伝わると思います。いろんな場面で必要不可欠です。その場にふさわしい服装をすることで、自信がつき、準備が整ったと感じることができます。はい、きちんとまとめられた服装は、私たちの全体的な態度に大きな違いをもたらす可能性があります。可能な限り最高の方法で自分自身を表現し、永続的な印象を残すようにしましょう。レッスン27、多用途でスタイルが簡単なボブのヘアカット。アンナ、ボブのヘアカットはとても人気があります。用途が広く、スタイリングも簡単です。ジョン、そうだね。ボブには様々なスタイリングオプションがあり、様々な顔の形に合わせることができます。ストレートでも、ウェーブでも、質感を加えてきてもいいことに気づきました。印象的です。絶対に。ボブはメンテナンスが少なくてシックで、多くの人に人気があります。汎用性が高く、簡単にスタイリングできるヘアカットがあるのは素晴らしいことです。
ボブのトレンドを取り入れて、様々なルックスを試して楽しんでみましょう。レッスン28、健康状態の悪化に関する懸念。アンナ、何が気になってるの？彼らの健康は衰えつつあり、どうしたらいいのかわからない。ジョン、あなたの懸念は理解できます。愛する人が健康上の問題に直面しているのを目の当たりにするのは辛いことです。私は彼らを支援したいのですが、最善の行動方針がわかりません。難しい状況だ。感情的なサポートを提供し、医学的アドバイスを求めるよう促すことが重要です。はい、彼らのそばにいて、医療制度をナビゲートするのを手伝うことで、違いを生むことができます。快適さを提供し、必要なリソースを見つけるのを支援するために最善を尽くしましょう。レッスン29、個人の成長のためのリスクの受け入れ。アンナ、そうだね。リスクを冒すことを恐れてはいけない。リスクを取ることは、個人的にも職業的にも成長することにつながります。ジョン、絶対に。コンフォートゾーンから抜け出すことで、新しい機会への扉が開かれます。安全にプレーすると、私たちの可能性が制限される可能性があることに気づきました。挑戦を受け入れることは大切だ。計算されたリスクを取ることは貴重な経験につながり、私たちの真の能力を発見するのに役立ちます。大胆になって、恐れに立ち向かい、未知の世界を受け入れましょう。成長は往々にして私たちの快適ゾーンの外にあります。同感です。お互いにリスクを冒して勇気を持って情熱を追求するように励ましましょう。レッスン30、地域の文化への没入と安全への懸念。アンナ、地元の人々とつながり、文化に浸ってください。それは豊かな経験です。ジョン、文化に没頭することの価値は理解できますが、安全性が少し心配です。新しい場所を探索する際には、安全を優先することが重要です。調査して警戒することはできます。はい。目的地に関する情報を収集し、現地のガイドラインに従うことでリスクを軽減できます。探検と幸福の確保のバランスを取りましょう。安全を優先すべきだ。絶対に。注意深く意識することで、安全を保ちながら有意義な体験をすることができます。レッスン31、ポットラック計画。アンナ、これまでに約10人の友人や家族が持ち寄りに確認しました。ジョン、素晴らしい。簡単にできるよう、メニューを計画し、料理を委任すべきだ。同意した。前菜、メインコース、デザートのリストを作成して、バラエティに富んだものにしましょまた、食事制限や好みを考慮してメニューを決めることもできます。う。はい、すべての人のニーズに対応することが重要です。そうすれば、すべての人にとってイベントがより楽しくなるでしょう。ゲストが持っていきたい特定の料理を登録できる共有ドキュメントを作成しましょう。それは素晴らしいアイディアだ。料理の重複を防ぎ、バランスの取れた食事を作るのに役立ちます。レッスン32、シーフードレストラン体験。アンナ、持ってるよ。私たちは港のそばにある小さなシーフードレストランに行きました。ジョン、素敵だね。経験はどうだった？新しい場所を試すのは楽しいです。雰囲気は魅力的で、スタッフは気配りがありました。全体的な楽しみが増しました。それが聞けて嬉しいです。食べ物はどう？レビューと同じくらい良かったですか？
絶対に。シーフードは新鮮で、味は格別でした。私たちの期待を上回りました。試してよかったです。新しいレストランを探検するのはいつだって楽しい冒険です。レッスン33、メキシコを探検。アンナ、メキシコに行くことを考えたことはありますか？ジョン、実は最近そのことを考えていたんだ。メキシコの何がそんなに特別なの？メキシコのアンナには文化、歴史、自然の美しさが豊かに融合しています。ジョン、それは魅力的に聞こえます。私は特に史跡を探索することに興味があります。他に注目すべきアトラクションはありますか？アンナ、間違いない。首都のメキシコシティには、メトロポリタン大聖堂などの象徴的なランドマークが数多くあります。ジョン、美味しいメキシコ料理について聞いたことがあります。本物のタコスとワカモレを食べてみたいです。おすすめは？アンナ、メキシコのストリートフードをぜひ試してみてください。タコス、アル、パストールとチュロスが人気です。レッスン34、手頃な価格の冬用コートのオプション。アンナ、同意した。冬用のコートで大金を払いたくはないが、それでも品質は必要だ。ジョン、そうだね。手頃な価格と耐久性のバランスを取ることが不可欠です。お得な情報を得るには、評判の良い店で割引やセールを探すことを検討する必要があります。さらに、様々なブランドを調査し、カスタマーレビューを読むことは、情報に基づいた決定を下すのに役立ちます。温かさとスタイルを損なうことなく、私たちのニーズを満たすコートを見つけることに集中しましょ絶対に。注意深く探せば、予算内で素晴らしい冬用コートが見つかるでしょう。レッスン35、組織化のヒントを実装する。アンナ、私は間違いなくそれを実装する必要があります。他に提案したい整理のコツは？ジョン、トゥードゥーリストを作成し、タスクに優先順位をつけると、整理された状態を保ち、集中できるようになります。それはいい考えだ。大きなタスクを小さく管理しやすいタスクに分割するのも役に立ちます。さらに、ワークスペースを定期的に整理することで、生産性が向上し、気が散ることが減ります。これらのヒントをすぐに実装し始めます。そろそろ整理して、もっと効率的になる時です。聞いてよかった。小さな変化が、整理整頓とストレスの軽減に大きな違いをもたらします。レッスン36、小包配達時間。アンナ、それを見つけてホテルに届けるのに何時間もかかりました。待つには長い時間だ。ジョン、それはイライラするよ。その過程で、その行方について何か最新情報はありましたか？残念ながら、いいえ。追跡情報はあまり詳細ではなかったので、私は何も知らなかった。それは残念だ。今後、配達サービスによってコミュニケーションが改善されることを願っています。同意した。明確でタイムリーな更新を行うことで、待機プロセスがより管理しやすくなります。レッスン37、はじめに。アンナ、わかった。早速始めましょう。もう十分時間を無駄にしてしまった。ジョン、私は完全に同意します。先延ばしにしても目標を達成する助けにはならない。進歩を遂げるには、優先順位をつけ、行動を起こす必要があります。今こそ物事を成し遂げる時です。絶対に。
目前の課題に取り組み、目指す成果に近づきましょう。レッスン38、一晩のドロップオフ。アンナ、前日の夜にフォームに記入して小包を預けてください。ジョン、便利そうだね。荷物を送るのに手間のかからないオプションがあるのは素晴らしいことです。はい、時間と労力を節約できます。それに、それがきちんと処理されていることを知っていると心強いです。面倒なことなくスムーズに商品を転送できるサービスです。レッスン39、トマトソースとバジル。アンナ、トマトソースとバジルを少し加えると料理の風味が増すかもしれません。ジョン、それは素晴らしいアイデアだ。トマトソースとバジルの組み合わせは定番です。料理にフレッシュでアロマティックな要素を加え、全体の味を高めます。絶対に。トマトの鮮やかな風味と香ばしいバジルが相性抜群です。レッスン40、邪魔しないで。レッスン私の部40、屋、邪魔しないで。はい、その通りだ。スタッフに部屋に入らないように伝えます。ジョン、自分の空間でプライバシーを保ち、途切れることのない時間を確保することが不可欠です。絶対に、Do not disturb、邪魔しないでくださいのサインがついているので、パーソナルスペースが邪魔されることはありません。滞在中に境界線を設定して平和な環境を作る簡単な方法です。レッスン41、簡潔で生き生きとした。アンナ、簡潔で活発な会話をしましょう。コミュニケーションが改善されます。いいアイディアだ。短い文章で会話が引き立ちます。明確なアイデア、混乱を避けてください。絶対に。簡潔で活発な会話を練習しましょう。理解を深め、効果的な対話を促進します。正確に。交流を深めることで、より良いつながりが育まれます。まさに、これからもコミュニケーション能力を高めていきましょう。レッスン42、ボックス番号を忘れた。アンナ、箱の番号を忘れてしまいました。問題ありません。配送会社に連絡してください。それを書き留めておくべきだった。ボックス番号を取得し、出荷プロセスを完了します。教訓を学んだので、次回はもっと整理しましょもちろん、細部へのこだわりは非常に重要です。正確に、必要な情報がすべて揃っていることを確認しましょう。レッスン43、特別な文房具を選ぶ。アンナ、私は特別な文房具を選ぶのが好きです。通信に個人的なタッチを加えます。思いやりと気遣いを示しています。絶対に。これからも個性的な文房具を選びましょう。手紙を書く経験を向上させます。正確に。私たちの手紙をもっと思い出深いものにしましょう。同感です。時間をかけて特別な文房具を選ぼう。レッスン44、ソーシャルメディアでの過剰共有を避ける。アンナ、ソーシャルメディアでの過剰共有は避けるべきです。プライバシーとセキュリティを保護します。心のこもった共有、オンラインの安全性の維持。絶対に。バランス共有には注意が必要です。正確に、
私たちのオンラインプレゼンスに気をつけましょう。私たちはプライバシーとセキュリティを優先しなければなりません。同感です。ソーシャルメディアの利用には責任を持ちましょレッスン45、詳細なサイズ情報。アンナ、ウェブサイトには詳細なサイズ情報がありました。オンラインでの購入にぴったり合うことを保証します。合わない商品の返品を省きます。絶対に。正確な購入にはサイズ情報を活用してください。正確に、情報に基づいた購入決定をしましょ不必要な手間や不便を避けることができます。同感です。サイズの詳細に注意しましょレッスン46、楽しいプロットツイスト。アンナ、楽しいプロットツイストのあるストーリーは魅力的です。彼らは私たちを夢中にさせ、推測し続けてくれます。驚くべき、魅惑的な物語。絶対に。そのような話をもっと探ってみましょう。読書体験にワクワク感を与えます。正確に。魅惑的なプロットのひねりを掘り下げてみましょう。同感です。私たちを飽きさせないストーリーを見つけましょレッスン47、安全のための紐付きペット。アンナ、ペットは常に紐につないでおく必要があります。安全を確保し、事故を防ぎます。責任あるペットの飼い主。絶対に。管理を維持し、インシデントを防止します。それは彼らの幸福のために必要です。正確に。リーシュは彼らと他の人を守ります。同感です。安全を優先してリーシュにしよレッスン48、ストレッチの重要性。う。アンナ、トレーニングの前後にストレッチをしますか？はい、怪我防止にはストレッチが不可欠です。ウォームアップとクールダウンのエクササイズ。絶対に。筋肉を整え、リラックスさせます。それが聞けて嬉しいです。ストレッチも取り入れるよ。正確に。バランスの取れたフィットネスルーチンには欠かせません。同感です。より良いトレーニングのためにストレッチを優先させよレッスン49、費用対効果の高い公共交通機関。う。アンナ、公共交通機関を使うことを考えていました。その方が費用対効果が高い。燃料費と駐車料金を節約できます。効率的かつ経済的な輸送。絶対に。手頃な価格で公共交通機関を利用してください。これは実用的な選択です。正確に。公共交通機関の経済的利益を考えてみましょう。同感です。使い勝手の良さを探ってみましょレッスン50、買い物への招待。う。アンナ、後で買い物に行くよ。一緒に来てくれる？もちろん、ぜひ参加したいです。一緒に買い物をするのがもっと楽しくなります。絶対に。楽しい買い物旅行をしましょう。仲間がいるのは素晴らしいことです。正確に。買い物に行って楽しい時間を過ごしましょう。同感です。一緒にショッピングツアーを楽しみましょう。
レッスン51、収納スペースを整理する。アンナ、収納スペースを整理する必要があります。同意した。整理して、より効率的なシステムを作ろう。不要になったアイテムを寄付または販売できます。絶対に。喜んでお手伝いします。ありがとうございます。ストレージをもっと有効に活用しましょ教訓52、ヨーロッパは広大で多様である。う。アンナ、ヨーロッパはその豊かな歴史で知られています。はい、それは魅力的です。史跡は私を魅了します。城や古代遺跡は素晴らしいです。絶対に。なるべくたくさん探検したいです。いくつかの歴史的名所を訪れる旅行を計画しましょレッスン53、ギフト券。う。アンナ、無料のギフト券を受け取りました。それは素晴らしい。利用規約はありますか？いいえ、無料です。ただし、制限が適用される場合がありますのでご注意ください。理解しました。細字は必ず読んでおきましょう。絶対に。どんな制限にも注意します。レッスン54、予算を守る。アンナ、今月の予算は何とか守れた。それは印象的です。いくら使ったの$50前後。経費を注意深く追跡しました。よくやった。私はいつも使いすぎです。君から学ぶべきだ。計画と規律がすべてです。レッスン55、博物館を訪ねる。アンナ、平日に美術館に行くべきですか？はい、平日は一般的にそれほど混雑していません。それはいい考えだ。長蛇の列は避けられる。絶対に。もっと楽しい体験ができるでしょう。それでは平日に訪問の計画を立てましょレッスン56、非常に多くのオプション。う。アンナ、今夜の夕食にはたくさんの選択肢があります。それは本当です。新しいレストランに行ったり、家で料理したりもできます。近くにたくさんの選択肢があるのは便利です。絶対に。好きな料理や料理は？メキシコ料理を食べたい気分だ。美味しそうだね。ダウンタウンのメキシカンレストランに行こう。素晴らしいアイデアです。予約しておきます。レッスン57、私の趣味。アンナ、趣味のための特別な空間を作れることにワクワクしています。それは素晴らしいです。どんなスペースを計画しているの？ホームオフィスと小さなワークショップを立ち上げたいです。それは完璧に聞こえます。仕事やプロジェクト専用のエリアがあります。はい、整理整頓と集中力を保つのに役立ちます。今週末に始めよう。私たちはそれを機能的でインスピレーションを与えるものにすることができます。レッスン58、ペットには忍耐が鍵。アンナ、私たちの新しい子犬はとても元気です。はい、子犬は元気いっぱいになることがあります。忍耐が鍵です。私は彼を訓練しようとしていますが、時には難しいこともあります。時間と一貫性が必要です。心配しないで、そこに着くよ。
安心感に感謝します。私たちは彼と一緒に仕事を続けます。良い行動に報いることを忘れず、その過程を辛抱強く待ってください。レッスン59、ギターを弾く。アンナ、最近ギターを弾き始めました。それはすごい。どうやって始めたの？父はよく演奏していたので、いくつかのコードを教えてくれました。それは始めるのに最適な方法です。プレイするのは楽しいですか？絶対に。それはクリエイティブな手段であり、リラックスする方法でもあります。練習を続けると、時間が経つにつれてさらに良くなるでしょう。レッスン60、見落としをお詫びします。アンナ、見落としをお詫びします。何が起きたの？部屋に追加のタオルをリクエストするのを忘れました。大丈夫です。予備のタオルをあなたの部屋に送ってもらいます。お世話になりました。ご協力に感謝します。どういたしまして。滞在を楽しんでください。レッスン61、没入型体験。アンナ、一度試してみる機会がありました。没入感のある体験でした。それは興味をそそられます。あれは何だったの？バーチャルリアリティゲーム。グラフィックとインタラクションは素晴らしかったです。それはワクワクしたに違いありません。いつかやってみたい。絶対に体験する価値があります。VR アーケードへの訪問を計画しましょレッスン62、ピーナッツを探す。う。アンナ、店のどこにピーナッツがあるか知ってる？確かに、オレンジの近くの通路位置にあります。知っておくと良い。そこに行ってバッグを取るよ。好みの特定のブランドやタイプを確認することを忘れないでください。ご指導ありがとうございます。今なら簡単に見つかるよ。レッスン63、再利用可能なバッグを選ぶ。アンナ、プラスチックの代わりに再利用可能なバッグを使うことを検討すべきです。それは素晴らしいアイディアだ。環境への影響を減らす簡単な方法です。絶対に。食料品の買い物に行くときは自分のバッグを持参できます。これは小さな変化ですが、長期的には大きな違いを生む可能性があります。それを習慣にして友達に広めましょレッスン64、便利で風光明媚な旅。う。アンナ、電車に乗る方が便利だと思う。何のことを言っているんですか？私たちの次の旅行、風光明媚な旅でもあります。それは理にかなっています。渋滞を避け、途中の景色を楽しむことができます。さらに、リラックスして動き回れるスペースが増えます。電車のチケットを予約して、旅行を快適にしましょう。レッスン65、エレガントで快適な服装。アンナ、エレガントで着心地の良いものが欲しい。どんな機会なの？来週カクテルパーティーに出席します。膝丈のドレスはあなたにぴったりかもしれません。それは理想的に聞こえます。オンラインで探し始めます。あなたに一番合った色とスタイルを考えてください。私がします。提案ありがとうございます。レッスン66、パーフェクトウェザー。アンナ、
今日の天気はどうだった？日差しに恵まれた。はい、天気は素晴らしかったです。空には雲がありません。それは素晴らしい。素晴らしい一日だったに違いない。それは間違いなく私を良い気分にさせてくれました。外にいるのは楽しかったよ。こんなに楽しい一日を過ごせてよかったです。完璧な天気が違いを生むこともある。レッスン67、幸福と生産性の向上。アンナ、私は今、ずっと幸せで落ち着いていると感じています。驚くべきことに、私の生産性も向上しました。それが聞けて嬉しいです。これらのポジティブな変化は何をもたらしたのでしょうか？私はマインドフルネスを実践し、仕事のルーチンに休憩を取り入れ始めました。小さな調整が私たちの健康に大きな影響を与えることができるのは驚くべきことです。確かに、全体的な成功には、メンタルヘルスのケアが不可欠です。レッスン68、オンラインショッピングの探索。アンナ、はい、私も様々なオンラインストアを閲覧してきました。何を探してるの？新しいランニングシューズを探しています。決定する前に、時間をかけて価格とレビューを比較してください。私がします。指先一つで利用できるオプションがたくさんあると便利です。教訓69、持続可能性におけるためらい。アンナ、一部の国が未だに持続可能な観光の採用をためらっていることについてです。はい、環境を優先し、より環境に優しい未来に向けて取り組むことは重要です。私たちは引き続き意識を高め、前向きな変化を促すべきです。絶対に。より持続可能な世界を実現するには、あらゆる小さな一歩が大切です。レッスン70、達成可能な目標を持つチームのやる気を引き出す。アンナ、達成可能な目標を設定して、チームのモチベーションを高めるにはどうすればいいの？私は、目標が具体的で、測定可能で、達成可能で、関連性があり、期限付きであるそれことを保は賢いア証しま。プローチですす。集中力を維持し、達成感を得るのに役立ちます。チームが目標を達成するためには、定期的にコミュニケーションをとり、サポートすることが重要そうです。することで、やる気のある成功したチームを作ることができます。レッスン71、簡易キッチンの居心地の良いベッド。アンナ、簡易キッチンに快適なベッドがある宿泊施設に泊まったことはありますか？はい、それは良い点です。簡易キッチンがあると、自分で食事を作ることができます。これは便利で、外食にかかる費用をいくらか節約できます。絶対に。旅行中に食事の選択をより細かく管理できる素晴らしい方法です。レッスン72、市場から届く色とりどりの果物。アンナ、市場で買うといつも色とりどりの果物をたくさんもらえます。それは素晴らしいアイディアだ。色とりどりの果物は見た目が美しいだけでなく、栄養価も高い。確かに、健康的な食事に必要なさまざまなビタミンやミネラルを提供します。さまざまなフレーバーや効能を楽しむために、さまざまなフルーツを含めることを忘れないでください。レッスン73、パスポートを忘れないで。アンナ、出発する前に、パスポートを忘れずに持ってきてください。もちろん、それは私のバッグの中にあります。旅行前には必ずダブルチェックするよ。スムーズな旅のためには、身分証明書を用意しておくことが不可欠です。絶対に。必要な書類をすべて用意しておけば、手間のかからない体験ができます。
レッスン74、家に庭はありますか？アンナ、それは面白い。お家に庭はありますか？はい、そうです。私は植物の世話をしたり、新鮮なハーブや野菜を育てたりするのが好きです。それは自然とつながり、自家栽培の農産物を手に入れる素晴らしい方法です。庭で自分の労働の成果を見るのは充実していてやりがいがあります。レッスン75、居心地の良いベッド&ブレックファーストでの滞在。アンナ、宿泊施設に関しては、居心地の良いベッド&ブレックファーストに滞在するのが好きですか？はい、そうです。より親密でパーソナライズされた体験ができます。長い一日の後にリラックスできる、快適で居心地の良い場所があるのはいいことです。間違いなく。それは私たちの旅行体験に家庭的な雰囲気を加えます。レッスン76、美しい目的地。アンナ、私は最近美しい目的地を訪れました。それは素晴らしい経験でした。それが聞けて嬉しいです。この目的地を他の人に勧めますか？絶対に。景色は息を飲むほどで、楽しめるアクティビティもたくさんありました。旅行リストに必ず追加します。推薦していただきありがとうございます。教訓77、需要の価格弾力性。アンナ、需要の価格弾力性の概念を研究したことはありますか？はい、興味深いトピックです。価格変動に対する需要の反応性を測定します。その通り。消費者が価格変動にどのように反応するかを企業が理解するのに役立ちます。企業が価格戦略を立てる際には、価格弾力性を考慮することが不可欠です。レッスン78、面接の質問への回答。アンナ、仕事の面接が間近に迫っています。面接の質問に答えるためのアドバイスはありますか？絶対に。事前に会社を徹底的に調べてください。それは素晴らしい点です。興味を示し、回答を調整するのに役立ちます。また、面接でよく聞かれる質問を練習して、自信と準備を整えましょう。レッスン79、自分の外見が気になる。アンナ、私は時々自分の外見が気になるの。同じように感じたことある。こんにちは、ジョン。心配するのは自然なことですが、自己需要に焦点を当てることが重要です。それは本当です。精神的、感情的な健康を優先することが不可欠です。絶対に。真の美しさは内面から生まれることを忘れないでください。レッスン80、紛争への迅速な対処。アンナ、コミュニケーションに関して言えば、紛争に迅速に対処するにはどうすればいいですか？コミュニケーションが重要です。私は、紛争にオープンかつ正直に対処することが大切だと考それは重え要です。ています。誤解がエスカレートするのを防ぐのに役立ちます。同意した。また、迅速な対応について言えば、リスク管理にはどのようなアプローチを取るのでしょうか。潜在的なリスクを特定し、その影響を評価し、緩和計画を策定する必要があります。これは、リスク管理に対する積極的かつ効果的なアプローチのように思えます。